いや今日は、はい、フラット中心に釣りをしましたけど、はい、こう泳ぎ結構いいでしょう。すごかったですね。ビカビカで、はい、もう本当に、この翻るここまで翻る、そこまでこうロールがなんていうんですかね、感覚というかピッチがそうですね、速いというかワイドかつ速いピッチで、で、強いフラッシングでっていうのがもともとこのフラットのコンセプトで、結構ミノをただ巻きで使うことが僕多くて、で昔からですね、いろんなもう本当にミノを試していろいろ見てきて、やっぱり釣れるミノ釣れないミノとか、あと局所的に釣れるミノとかいろいろ自分の中であるんですけど、その低水温期に強いなって思う、あと低活性な時に強いなって思うのがロールメインで、結構その色調の変化とか、光で結構見せて、一気にそのビカッてうわっみたいな感じでなるミノがすごい良かったんですよ。でそれでそういうミノいろいろあったんですけど、廃盤になってしまったり、あとバス用じゃなくてサイズがちっちゃかったり、そういうのがあったので、もうそれならいっそのこと作ってしまえと。で作ってみたんですけど、こう泳いでるのを見ると、激しくこう明滅する光が手前にこう、なんていうんですかね、稲光のようにこう近づいてくるというか、ピカピカピカってこう寄ってくるっていうのがバス用ルアーではなかなか見たことないぐらいのですよね。芦ノ湖こんだけ水きれいなとこだったら普通に1メーター 1.2 メーターぐらい潜るんですけど、そのくらいのレンジバー引いてても、もう本当に岸際から手前まで全部泳いでるのが見えるじゃないですか。で食う瞬間にはもうそれがふわっと消えるっていう、そういうので目で見ても楽しいし、もう本当に集中力の持つルアーだし、何よりもただ巻きで誰でも再現しやすくて、で釣りやすいミノなんですよね。投げて巻くだけっていうバス釣りでいうと、一番基本的なアクションで、そうですね、この激しいフラッシングが出るっていうのはちょっと面白いルアーですよね。ですね。見てても面白いですもんね。光がガーッとこう光って自分のところまで来て、そうですね。バスが来るときはその明滅が消える感じですなんですよね。なんです。もう結構その従来のミノってここまでフラットな形状じゃなくて、断面見たら丸くなってるものが結構ほとんどだと思うんですよ。でそういうものっていうのは悪いわけじゃないんですけど、これもともと作ったのが鏡があるじゃないですか。でカーブミラーがあるじゃないですか。カーブミラーって湾曲してますよね。で湾曲してるものって光が当たってビカってなるっていうのよりはもやんと光る感じで、で普通のフラットな鏡っていうのはもう子供の時のいたずらみたいにこうやらやったらってなる、強い光が出るじゃないですか。光が一方向に行くからですよね。はい。でそういうのでボディの側面をフラットにしてやったら、もう一番その強烈な光を当てれるんじゃないかと。常に光ってる必要はなくて、その光ってる時と消える時のその差が結構その低活性な魚とか、あとリアクションじゃないと食わないような魚にスイッチを入れたり、あとは深いところにいる魚を気づかせて食い上げさせ食い上げさせたりっていうのが強いイメージがあって、それでこのフラット形状にしたんですけど、なかなかそうですね。あとはそのロールアクションはもうゆっくり巻いても、早く巻いても、しっかりこう出てるんですけど、結構早く巻いてもちゃんとこう破綻なくね、そうですね、泳いでくるっていうのも、こういうデュエルミノの
そうですね、また特徴でもあるけれども、さらにこうまた特化したような感じもする、ね、特化してますね。もともと結構こう見てもらうとリップまあ長めなんですよ、実は。でこのくらいだと普通に作り込んだら 1.5 メーターぐらい潜るミノになってしまったりして、かつウォブルの強いものとかの方になりがちなんですね。なんですけど、そのウェイトのバランスであったりとか、角度、リップの角度、あとアイの位置でリップの幅とか、そういうのをトータルに突き詰めて、リップが長い割にもうほぼロールだけ、ウォブルのあんまり出ないアクションにしてあるんですけど、その当然リップがこんだけあって抵抗も受けるんですけど、普通はねこれうまく水を逃がしてあげないと、水噛みすぎちゃってポンとか水面からね飛び出して、ね、なっちゃったりするんですけど、そこはもう一生懸命考えました。まあそれの一個のまあキーになるのがウェイトのバランスなんですけど、まあ、重心移動、マグネット重心移動システムが入っていて、でかつここのテールの部分に固定のウェイトが入ってるんですよ。デュエルミノだと入ってないですよ。固定重心は入ってないと思います。でも固定重心、2社のものでも固定重心入ってるものがあるんですけど、ウェイトボールではなくて、あえてその板状のものを置いてるんですね。ウェイトボールではウェイトボールだと一番後ろに入らないわけですよ。重心が寄らないと、一番後ろに置こうとしたらすごいちっちゃいものになる、で軽くなったりするんで、隙間が空くもんね。はい、なんでかつ太くなってしまうと空気抵抗が出るから、キャストの時のストレスにもなってしまうんで、結構この細身な上でしっかりウェイトが入ってるので、なのでこのウェイトがなかったらこのミノはすごい暴れます。だから初期はすごい飛び出すような暴れん坊だったんですよ。じゃあここで結構バランス取りしてると言ってもいいぐらい。テールのウェイトが実はキャストにもすごく効いていて、普通重心移動のルアーは飛ぶというのが定説めいてる感じなんですけど、実はそのフルキャストでバッてしっかりウェイトを乗せて投げる分にはしっかり飛んでくれるんですけど、バス釣りって結構そのショートピッチでこうやって弱い力で打っていく時とか多いじゃないですか。そういう時ってウェイトの重心移動のウェイトのボールが後ろに行ききってない場合、結構くるくる回って飛んでって全然飛ばなかったりバックラッシュしたりっていうストレスがすごい多いんですね。でだけどこのテールにウェイトが入ってることでキャストの初期段階からこっちが前に行こうとして方向を定めてくれて、それにもしウェイトボールが前にあったとしても追従して後ろに行ってくれるんですよ。だから弱い力で投げてもしっかり飛んでくれる、まっすぐ飛んでくれる。あとそれで例えば向かい風が吹いたりとかっていう状況でもしっかり前を向いて飛んでってくれるので、もう普通に投げれちゃうんですね。いやずっと見てても飛行姿勢ずっと安定しててまっすぐずっと飛んでいくの気持ちよかったもんね。そうですね。ストレスない、ストレスないですよ。なんで今日は芦ノ湖でこういう状況でやってますけど、春爆みたいな春のね高滝湖の爆風のみたいなミノパターンみたいなそういう状況で本当に力になってくれるミノだと思います。アクションもそのマグネット重心移動、マグネットでウェイトを固定するので、泳ぎ出すと、固定重心に近い安定した泳ぎが出るし、それはもう本当にこういうねロールメインのハイピッチな泳ぎで、やっぱりそのミノのバランス性能って素晴らしいよね。そうですね。高速で巻いても破綻しないし、重心移動が後ろに行けばちゃんと飛ぶための姿勢を保つし、で前に来ればそのスイムのための
バランス取りをしてるっていうことそうですね。ですね。で、あとはそのまあいわゆるジャークベイト的なスライドするような感じではなくて、ここの口の部分で水しっかり受けてくれて止まるんですよ。なのでキャーって早巻きしててスパッと止めた時にスパッと止まるんですね。でそれでダートさせるといわゆるキレのあるカットビダートみたいなのは、こいつに関しては得意ではないんです。ただその場でスパッって止まってくれる感じで見せていけれるので、ただ巻きの途中に止めてやる、ただ巻きの途中に一回ロッド煽ってやるなんていう使い方をすると、もう本当にバスが追尾してるやつがパコって勢いで食っちゃうっていう、そういう場が作れる、そんな感じの、いろんな意味でメリハリがありますね。早くも動くしゆっくりも動くし、ピュッと止まるし、光の信号もオンオフがこうメリハリがそうですねある感じで、すね、すごくこうはっきりしてるというか、はい、なんかスーパーリアクションベイトというかですね、はい、結構やっぱり僕も一般の釣り人で一般の人、そういう小難しくなく釣りを楽しみたい人に、もう実際に目で見てすぐ使い方が分かるっていうのが一番重要だと思うんですね。だから本当に投げて巻いて見てもらったら一番分かると思うんですよ。で僕自身バス以外のトラウトだったり海ソルトだったりやりますけど、そういうのにもしっかり対応できるっていうのがこのミノのコンセプトで、まあ言ったら本当にベーシックなミノとして仕上げてるので、いろんな場面で使ってもらえると嬉しいなみたいな。もうすぐもう発売なんですよね。もう9月ですね。9月の中旬ぐらいですね。早いですねペース的には。そうですね、もうすぐですね。本当はもうちょっと後の予定だったんですけど、もうかなり早い段階でもう煮詰めれたっていうことと、やっぱりただ巻きで使うファーストムービング的に使う巻物の秋に、なるほどね、秋に間に合わせたかった、間に合わせたかったと。もうプロモーションだとかね、販売のこと考えたらもうちょっとずらした方がいいのかもしれないんですけど、それよりいろんないっぱいいろんな釣り人が使ってくださって、で面白いなこれって思ってもらえる方が僕も嬉しいので、なるほど、はい、ちょっと早めですけどフライング気味ですけど、まあねこう、お店で見ることになったらもうそう仕上がりもすごい綺麗だから、そうですね、カメラで近づけてもらったらじゃーん、もうすごい綺麗なんですよ。なんか色もね10色あって、またそれぞれ面白い色もあって、この追い川なんて本当は秀逸の出来だと思います。結構色も基本的には光の明滅と色調の変化をしっかり出すっていうのをメインに考えてるんですけど、それが全ての状況に効くわけじゃないので、あえてフラッシングの少ないカラーパターンとかもいくつか織り交ぜてます。だからその辺を状況とか場所とかに合わせて使い分けてもらえるといいかなと。もう目でバスに見せていく、バスにしっかり見せてバスを呼び出す、そんな感じのミノですね。じゃあお楽しみにということですね。ことですね。まあ企業努力で値段も安くなってると思うんで、結構安いって聞いてますよ。ですよね。それも重要じゃないですか。重要ですね。あともう一個言い忘れたことがあった。リップが長い。これなんで長いかっていうと、単純にそのクリアウォーターで、どこを通してるとかって分かるときはいいんですけど、例えば霞ヶ浦みたいなマッディウォーターだったりとかで引いてくるときにどこに何があるか分からないで、ミノーってリップが基本的に短いのが多いですから、そうすると突き刺さって根がかったりすることが多い。だけどこれはあえて長めのリップにして
ラウンド形状にしてあげてるので、リップラップだったりゴロタバだったりっていうところに当ててもクランクベイト的にかわしてしっかり、抜けてきてくれる感じになってるんです。だからミノは根がかるからなっていうイメージがある人も安心してとは言えないです。正直クランクベイトほどの障害物回避はやっぱりミノはないんですけど、ショートリップなんですけど、一般的なミノよりも全然抜けてきてくれるので、結構ガンガン、まあ巻きが中心のミノっていうことで、そこまで考えて、そうですね、ガンガン攻めてもらったらなるほどいいかなと思います。わかりました。はい、はい、まあということで、じゃあぜひこれでお楽しみという、楽しい釣りをしてください。9月中旬ですね。はい、ということで、すいません、サングラスかけてて